アッサラムアレイクムワラハマトゥッラヒワバラカトゥ。皆さんこんにちは、マストラです。この番組はいろいろお話ししたりとか、私の物語とか、日記物とか、ラジオ番組です。今日はよろしくお願いしますね。そして、せーの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしません。やったー！やっと言ってました。ずっと言いたかったんだね。日本のドラマとアニメと番組とラジオと見たときにいつもあったんだね、この言葉。だからやってみたいなと思ってた。正直、スポンサーはありませんですけど、ただ言いたいだけですよ。なんか、ミッション完了って思いましたね。皆さん、お元気ですか？皆さんがびっくりかもしれないけど、私は日本語を勉強しました。違います。勉強しましたじゃなくて、今もまだ勉強しますよ。漢字とひらがなとカタカナはまだ読めませんが、リスニングとスピーキングのスキルには少し自信があります。それのためにこのラジオを作りました。ここで日本語を練習したいです。あと、この日本語学習動画を YouTube で見ました。道元っていう YouTube チャンネルですね。日本語を話す私の声を録音して、それを聞いて自分がおかしいと過ちからもっと学ぶことができるように、日本人学習者として私を励ましました。まだまだだね。長い旅がありますよ。私の言語学習のこと。結構難しいなんですけど、それでも自分に挑戦したい。何ができるかなとか、何がなりたいかなとか、何かやりたいかなとか、いろんなことがやってみたいです。だからこそ、一生懸命頑張ります。これでダメでも、悔いはないです。やってみたんだから。だから皆さん、私に応援してくださいね。さて、今日はですね、何を話しようかな。きっと皆さんが私に気になりますよね。マストラさんは
アラビア語を専攻のしましたね、大学の時に。でもどうやって急に日本語を勉強してるんですか？どんなから興味があったんですか？なぜ日本語を選んだのですか？そんな理由は何ですか？まあ、外国語を学ぶ人はみんな自分の話が必要だと思いますね。じゃあ、私の話を教えてあげます。私はね、多分アニメから日本語の勉強を始めたきっかけですね。小さい頃から子供の時に日本のアニメをたくさん見ました。ドラえもん、しんちゃん、ちびまる子ちゃん、あたしんち、忍者ハットリ、ナルト、ナルト疾風伝、名探偵コナン。まだたくさんありましたけれども、子供のよく見たアニメと話しています。あの時は日本語で見ましたではなく、マレー語で見ました。いろんな日本のアニメはマレーシアにすごく人気でした。今も人気ですけれども、あの時日本のアニメがなんか私たちの世代の子供時代のみたいな感じでした。いい感じですよ、とっても。なんとか懐かしい子供の頃の思い出ですよ。よく覚えていれば、私はいつもテレビの前でアニメを見て泣いたり笑ったり、すごく楽しい時間でした。でもあの時は全部マレー語で見ましたんだから、日本語を全然知らなかったんでした。日本のアニメをくせに。で、私のお母さんが亡くなった後に、私はあの時まだ20歳ですが、しかももうすぐ大人になりましたね。初めて日本語でアニメを見ました。まだ大学の休みだったし、私はあの時何もできなかった。自分の気持ちもうまく表現できなかった。なんかずっと一生懸命我慢してみたんだ。家族のために、私の弟のために。しかも私の弟ですね。まだ5歳ですよ、あの時。お母さんが亡くなったこと何も分かってないし、すごく悲しい感じでした。ある夜、私は自分の部屋で初めてナルト疾風伝を日本語で見ました。あと、すべてのエピソードを一人で見ました。1から500エピソードまで見ました。本当に素晴らしいアニメと思いますね。すっごく楽しいと素敵な物語でした。個人的にも私の一番大好きなシーンは、ナルトの生まれた時にナルトの両親が亡くなったシーンです。渦巻きクシナのナルトへ最後の言葉を決して忘れませんでした。だって私のお母さんをよく覚えているから、すっごく泣いてたんだ、あの時。なんかお母さんに本当に会いたいです。でもお母さんはもう亡くなったんですね、この世界は。だからお母さんとの思い出はすべて大事にします。心から必ず大切にします。人は人は弱いなんかじゃないですね。強いですから。どんな悲しいことがあっても、どんな悔しいことがあっても、どんな寂しいことがあっても大丈夫。大丈夫です。現実と向き合うことも大事だと思います。それは私たちは一緒に戦えることです。はい。あと、そのアニメの話続けて、そのアニメを5回見ました。5回ですね。5回。だから今はもう見たくないです。
つまらないですから。最後の面白いの話を話していきたいと思います。私は大学の時に韓国語の授業、クラスに参加しました。ある夜、またある夜ですね。仕方ないですね。ある夜、私の韓国語クラスの横に日本語クラスがありました。韓国語の授業に終わった時に、私と韓国語の先生と友達がクラスを離れようとした時、日本語の授業まだ終わってないです。急に日本語の先生がこの言葉を言いました。じゃあみんな行きましょうか。最初は日本語の先生が日本人と思いました。でも違いました。実はですね、先生がマレーシア人ですよ。だからすごくびっくりした。先生がすごく日本語をペラペラ喋っていました。私は心の中ですっごくワクワクするんだ。なんか超かっこいいな、先生。日本語超かっこいいな。話してみたい。喋ってみたい。だから今も日本語ゆっくり勉強しています。はい。いろいろ理由はあったんですね。はい。私の話終わりました。そんな私の話でございました。いきなりですが、卒業生の皆様、ご家族の皆様、ご卒業おめでとうございました。あと、結婚している人の皆様、ご結婚おめでとうございました。あと、今日は誕生日のする人、お誕生日おめでとうございました。みんな永遠に幸せになりますように。お仕事頑張ってね。コロナはまだありますから、最低だからお体を気をつけてね。改めましておめでとうございました。それではまた次回。トーラディオのマストラでした。バイバイ。マッサラマwa ilal liqa。さようなら。